皆さんこんにちは。今回はですね UnityUI のマスクについての話をしてみたいなというふうに思っています。ちょっと凝った UI を作ろうとかってなるとですね、マスクは結構よく使う機能、必須の機能なんじゃないかなというふうに思うんですけれど、UnityUI でマスクを使うとかってなるとですね、これ結構いろんな方法があったりするわけですね。まずは RectMask2D というコンポーネントがありますし、マスクコンポーネントというのもあります。それからカスタムシェーダーを使って切り抜くみたいなこともできたりするわけですね。なんで、そういったですね3通りのマスクの使い方とか使い分けについてですね解説してみたいなというふうに思っています。これらはね正直目新しいトピックとか、そういったものではないんですけれど、最後までお付き合いいただければ幸いです。最初に紹介するのは RectMask2D です。こちらはシンプルな区形のマスクをかけるためのコンポーネントですね。使うためにはまずマスクをかけたい階層に空っぽのオブジェクトを配置します。RectMask2D コンポーネントを追加して大きさを適当に決めておきましょう。そしてマスクをかけたいオブジェクトをこのマスクより下の階層に配置し直すだけですね。これでマスクをかけることができます。幅と高さをもう少し広げておきましょう。マスクオブジェクトにはイメージを追加することもできます。ちょっとカラーも変更しておきましょう。こんな感じで昼間っぽくすると月がね太陽のように見えちゃいますよね。9スライスした角丸のイメージを与えてみます。これでいい感じになりました。左右にドラッグをするとですねマスクがかかっているのがわかります。ただですねこれ角丸を与えたところでマスクの範囲自体は変わらないんですよね。こうやってドラッグすれば分かる通り角丸部分は無視されてしまいます。ただですね Unity 2020から端っこをぼやかす機能というのが追加されています。このソフトネスの値を上げてみましょう。これでですねフェードしつつスクロールするようになります。これ見た目がいい感じになるというだけでなくですね区形であることも少しバレにくくなってたりします。ぜひうまく活用してみてください。さあ続いてはですねマスクコンポーネントですね。今紹介したRectMask2D は区形の形で切り抜くためのものだったんですけど、こちらはですねビットマップ画像を元に切り抜くためのものになっています。先ほど同様にマスクをかけたいオブジェクトと同じ階層にですね今度はイメージを追加します。そしてテクスチャーをアサインします。あとはマスクコンポーネントを追加してですねオブジェクトの階層を変えるだけです。先ほどと同じですね。でカラーで色味を変えることもできます。また水色にしておきましょう。ショーマスクグラフィックオプションのこのチェックを外せばですね背景のカラーを抜いてしまうこともできます。こんな感じのマスクコンポーネントなんですけど、一つだけですね気をつけるべき点があります。これウィンドウをゲームに変更してですねちょっと拡大してみましょう。でこうやって見るとですねこのエッジの部分ですねこのアンチエリアシングが無効化されているのがわかると思います。この辺りのキャラクターとの境界が結構これジャギってますよね。つまりアルファを使った切り抜きというのには対応してないわけです。演出なんかによっては気にならない場合もあるとは思うんですけれど、ソフトマスクと呼ばれるようなぼかしとかですねグラデーションを含んだマスクというのはこれどうやっても実現できないんですよね。そのあたりにはご注意ください。じゃあソフトマスクとかアンチエリアスを使いたいのであればどうすればいいのかというふうな話なんですけど、カスタムシェーダーを使う方法というのがあります。イメージコンポーネントは基本的にセットできる画像が1枚だけなんですけど、ちょっと手を加えることによってですね、キャラクター画像とマスク画像の2つをセットして1つのコンポーネントの中で切り抜きを行うというふうな話ですね。この方法であればソフトマスクでの切り抜きにも対応できるというふうなわけですね。まずキャンバスにイメージを配置してキャラクターをアサインしてですねサイズを適切な大きさにします。続いてはポジション as UV1 というコンポーネントを追加します。これ一言で言うとオブジェクトの頂点のローカル座標をシェーダーに渡すためのコンポーネントなんですよね。例えばこれイメージの大きさを変えてもマスクのサイズは大きくしないようにするみたいなことがですね実現できるというふうなわけです。続いてはキャンバスのアディショナルシェーダーチャンネルというですねこのオプション、ここをチェックしてですねこれもしね TEX コード1にこのチェックが入ってないのであればここをオンにしておきます。
で今回ね、2枚のテクスチャーを使って、かつ、別々の UV を割り当てることを考えているので、ここにチェックが必要になるんですよね。続いてはシェーダーをダウンロードします。ここで一旦ですね、ブラウザに切り替えて、Unity のダウンロードアーカイブのサイトを開きます。そしてお使いの Unity のバージョンを選んでですね、こちらからシェーダーをダウンロードします。解凍したファイルの中から、UI の Unlit の Detail というものをですね、見つけて Unity にインポートします。これがですね、今回元となるシェーダーです。この Detail シェーダーはかなり限られた用途にしか使われないものなんですよね。なんで、おそらく馴染みがある方というのはあまりいないんじゃないかなというふうに思います。ただ2枚のテクスチャーと2枚の UV を使うものなので、今回の用途にだいぶ近いんですよね。なのでこれを元にカスタマイズすればですね、あっという間にマスクが実現できるというふうなわけです。名前を分かりやすいものに変更しておきましょう。そしてテキストエディターでシェーダーを開き、まずは3行目の名前を変更します。とりあえずマスクとしましたけど、ここはね好きなように決めてしまって全く問題ありません。続いてはですね、描画の最終結果を決めるフラグメントシェーダーを見てみます。重要なのはこの行です。ここでは2枚のテクスチャーをブレンディングしているんですけれど、今回はですね、2枚目のテクスチャーはあくまでマスクとして使うだけであって、表示させるのは1枚目だけですよね。なので、RGB のブレンディングは全くこれ不要なんです。この行は消しちゃいます。ただ、2枚目のテクスチャーをアルファチャンネルとして使うんで、アルファの値は1枚目と2枚目を乗算、掛け合わせておく必要があるんです。なので、このように追記しておきます。やるべきことはもうたったこれだけです。で、Unity に戻ってですね、新しくマテリアルを作成し、ソフトマスクという名前にリネームしておきましょう。マテリアルから作ったばかりのシェーダーを選んで、マスクとして使う画像をマテリアルに割り当てます。そして最初に作ったイメージにこのマテリアルをアサインしておきましょう。さあ、これで完成と言いたいところなんですけれど、残念ながらですね、これまだね、期待通りの結果にはなってないんです。これ2つのテクスチャのオフセットがずれていることが原因なんです。一見すると、この2つXY ともに0なので、一致しているように見えるじゃないですか。見えるんですけれど、これキャラクターの方はですね、レクトトランスフォームのピボットが反映されるんですよね。これね、かなりややこしいんですけれど、一致させるためにはこことここをね合わせる必要があるわけですね。なのでこちらを 0.5 に書き換えればですね完成というふうなわけです。はい、これでですねポジション as UV1 の効果によってキャラクターを大きくしてもマスクの大きさは変わりません。マスク自体の大きさはシェーダー内のタイリングですね、ここで変更が可能です。ただこれ注意点としてはあくまで単一のオブジェクトにマスクをかけるような方法ですよね。なんでこれ最初に紹介したレクトマスク 2D コンポーネントとか、マスクコンポーネントみたいにですね親オブジェクトとして配下の子オブジェクトに対してマスクをかけるみたいなものではないわけですね。このあたりの違いを考慮した上で使い分ける必要があります。ここからはちょっと打足的な話になります。今回ベースとして使ったディティールシェーダーの使用法についてですね、これ改めて言及しておきます。先ほどはカスタマイズしてしまったわけなんですけれど、もし手を加えることなく使うのであればですね、こんなものが作れたりします。ここではキャラクターを元にカードを作っているわけですね。ソースコードを再度見てみましょう。重要なのはやはりフラグメントシェーダー内のこの部分です。先ほど削除してしまった2枚のテクスチャーをブレンディングしている部分ですね。これラープしてはあるものの2つのテクスチャーを乗算しているんですよね。これにより1枚目のテクスチャーをドロップシャドウ付きの白いカードにしてですね、2枚目のテクスチャーをキャラクターにするとしましょう。アルファは1枚目のテクスチャーを使うので得られる結果はこのようになるわけですね。ただこれあくまで乗算なので白以外を背景にすると、ティントカラーのように混ざってしまうわけですね。なんでやっぱりねこれ使い道としてはかなり限られたものになるかなというふうに思います。これが UI の標準シェーダーの一つにあるっていうのはちょっとねこれ謎な部分もあるんですけれど、少なくともカスタマイズするためのテンプレートとしては有用なんじゃないかなというふうに思っています。というわけで今回はですね UI のマスクについての話をしました。いかがだったでしょうか。今回の動画が役に立ったという方はですねぜひいいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。そして最後になりましたけれど、今回もですね使用したアセットについて紹介させていただきます。
こちらはレイヤーラブさんがリリースしている GUI プロキットサンプルカジュアルという UI のパッケージになります。今回は完全にイラストしか使ってないのであまりね魅力が伝わってないかもしれないんですけれど、実際にはですねボタンとかスライダーとか様々な UI パーツが網羅されたセットになっています。レイヤーラブさんはルックの異なる UI セットを数多くリリースしているんですけれど、どれも WebGL で動くサンプルが試せるようになっているんですよね。なんで気になる方はですねまずこのサンプルを触っていただければというふうに思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。